こんにちは、みくらです。今回は三重の塔を作ります。材料はこんな感じ。建築場所がこちら。商店街エリアと川沿いエリアの間です。どちらのエリアからも見えるようにしますね。まずは土台。19×19 の正方形です。高さ2ブロックの土台です。四方を石レンガと階段で装飾しますね。中央から土台に上がれるようにして、塔の入り口になるようにしておきます。土台ができたら、この上に塔を立てていきますね。塔の大きさはこんな感じです。柱には塔皮の原木を使用します。狭い塔なので、高さは6ブロックです。赤い目印の位置にすべて設置しますね。柱が出来上がったら、黄色と白の目印の位置に、石レンガの階段で土台を作ります。上も柱で繋げておきますね。これで1階の柱は完成。目印にしていた羊毛を石に変えておきますね。柱の上部を出っ張らせて、隙間にたるきを作ります。たるきは焚き火の火を消して作ります。じゅわわわー。1階の壁を作る前に、先に天井を作ります。塔皮の木材を柱の上に乗っけますね。外側1周分だけ、塔皮のハーフブロックにして、下側に段差がある感じにしています。手すりもつけとこ。続いて壁を作ります。素材は雪ブロック。窓はオークのフェンスです。壁を左右対称に作って、出入り口も塔皮のハーフブロックをプラスして、このように作りますね。土台から落ちてしまわないように、柵を作っておきます。新双眼レンガの塀と塔皮のフェンスゲートを組み合わせますね。4方向同じように作っておきます。コンポスターと桜の葉っぱで植木を作ります。ホッパーと鎖を組み合わせて鎖と芋、設置。だいぶ和風建築らしくなったかな？ 2 階部分を作ります。大きさはこのくらいです。高さは6ブロックで、素材も1階と変えないように作っておりますが、2階からは土台が必要ないので、下は塔皮の原木にしています。作っておいてなんですが、この形の塔は本来お寺とかにあるものなんですよね。後々お寺を作ることがあったら大きな50の塔を建てようと思うので、ここでは小さめの建築にしております。お家や商店街だと、和風建築っぽさを出すために、どうしても2階建てまでではないと不自然なので、あまり高さを出さないようにしていたのですよね。ここだけでも雰囲気を変えたかったので、いい感じに高さが出そうでよかったです。火事を見張る櫓を兼ねていることにしようかな。ちなみに大きさは違うものの、作りや素材はほとんど1階と一緒なので、倍速工法です。2階部分の屋根を作ります。石レンガのハーフブロックを、たるきを隠すようにぐるりと囲みますね。ハーフブロック2段目の四隅に、ホッパーとランタンで光源を作っておきます。さらにその上を囲うように、ハーフブロックを足しますね。このままでも十分塔っぽくなるのですが、せっかくなので四隅の屋根を装飾します。石レンガのハーフブロックをこのように置き直して、屋根を飾りますね。他の3箇所も同様に作ります。3階部分は2階と同じ作りなので、全カット工法です。続いて4階。より狭くなります。高さは同様に6ブロック。柱も壁も同じ素材で作りますが、3階よりも狭い作りなので、形を少し変えています。ここは三重の塔の一番上の階になるので、下の階よりも狭くしています。
これからてっぺんの屋根を作ります。まず廃止レンガのハーフブロックでたる木を隠すように囲んで、2階、3階と同様に屋根の端っこをランタンとホッパーで飾りますね。ランタンで飾ったら豪華な塔っぽく見える気がする。3段目までハーフブロックを設置したら、今度は石レンガを使います。ハーフブロックと階段も組み合わせて、ちょっとずつ屋根の角度を変えていきますね。5段目からは階段です。一番上まで作ったら、上の装飾は磨かれた鮮緑岩を使いますね。その周りをハーフブロックと塀で飾ります。てっぺんはエンドロッド。それぞれの階の入り口もランタンで飾っておきます。塔の内側は実際の和風の塔の作り方に倣って、中央に柱を通しておきますね。これで地震に強い作りになるらしいです。この柱を使ってはしごで上り下りできる作りにしておきます。塔のベースはこれで完成。最後にちょこっと装飾を足しますね。コンポスターや葉っぱを使って、各階に植木を置いています。このままでは塔の周りが殺風景なので、木や草を生やして飾ります。塔の出入り口と通りを土の道で繋いだら、塔の完成です。三重の塔と言いつつ、4階建てになってしまいましたが、屋根が3つだから大丈夫かな？次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。